チーム川崎ウェビックトリックスターチーム監督の鶴田です。今年2026年、ZX-10R が新しくなり大きく変わったものがですね、ウィングレットと吸入口のシステムですね。その辺で草案が、まずはライダーのコメントとして良くなったと。それとあとはやっぱ吸入効率が良くなってエンジンの回転だったりだとか加速率だったりだとかっていうところがかなり改善されてますね。2024、2025と継続して今年も起用しているロマン・ラモス選手、クリスチャン・ガマリノ選手でグレゴリー・ルブラン選手、彼らもだいぶそのマシンにも慣れてきてますし、チームとのそのコンビネーションというかですね、そういったものがすごくシンクロしてて、かなりいい形で今運営ができるようになってきてます。そうですね、ルマンは昨年に比べたらドライコンディションのセッションが多くて、パワー的にはちょっと難があるなっていうふうに感じてたので、パワー勝負になった時に大丈夫かなっていうふうには思ったんですけど、その中でもトップグループと遜色ないペースで走れたりだとか、途中ちょっとトラブルがね出たんですが表彰台にも立つことできましたし、それぞれのライダーが本当にいい仕事をしてくれて、今年の3位はよくやったっていうような形のいい結果だというふうに思います。先ほどルマンでも懸念されてたそのパワーっていうところで、トップグループになかなか追いつけないのかなっていう最初ちょっと不安はあったんですが、2026年モデルになってパワー的にもかなり、肉薄できるような形で、序盤からロマン・ラモス選手、クリスチャン・ガマリノ選手がもうほぼトップグループと遜色ない走りでトップ争いできてたような状況だったので、嬉しい意味の驚きはありましたね。天候が途中雨になり、そこでグレゴリー・ルブラン選手に2スティント乗ってもらったりとかですね、変則的に言ったらもう3回ピットに入ってタイヤを交換してまた出ていってっていう形のとてもタフなレースだったんですけど、転倒もなく長年、レジェンドとして彼の名が轟くように、本当に素晴らしい走りを、グレゴリー選手はしてくれました。今年はマシンのポテンシャルも上がってるし、ライダーもよく慣れてきたというか、かなり今年は調子がいいのでパフォーマンスもすごく上がってきてるので、そういった意味では本当に表彰台は夢じゃないのかなっていうのは思ってますね。ガマリノ選手はもともと2024年ほぼエースライダーとして起用してチーム1スピードを持ってる選手なので、その速さを生かしてチームのスピードを維持していけたらなっていうふうには思ってますね。ロマン・ラモス選手、今、スタートライダーをこれ2戦務めてるんですけど、彼もスピードのある EWC の中でも注目されてる速くて強い兼ね備えてるライダーですね。グレゴリー・ルブラン選手、彼はもうレジェンド中のレジェンドで、ルマン24時間耐久レース、ボルドール24時間耐久レース、彼ほど勝率の高い選手はいないんじゃないかなっていうぐらい、過去の実績もありますし、彼自身24時間耐久レースでは優勝したり表彰台に上がったことはたくさんあるらしいんですけど、前回のスパフランコルシャン8時間耐久レースで初めて8時間耐久レースで表彰台に上れたっていうことでレースに集中できているので、そういったところでは鈴鹿8時間耐久レースも大いに期待できるのかなっていうふうには思ってます。いつも応援ありがとうございます。我々川崎ウェビックトリックスターはこの鈴鹿においてですね、私自身はもうホームコースだと思ってますので、そこで、皆さんの応援をしっかりいただき、川崎の一番かっこいいシーンをですねしっかり皆さんにお届けできるように頑張りますので、最後まで応援よろしくお願いしたいと思います。3人のライダーに対してもう少し深掘りすると、我々のその KWT のこの3人のライダーっていうのはそれぞれのちょっと挫折というかそういったものがあるんですね。24年のレースの時にグレゴリー・ルブラン選手が朝のウォーミングアップラップで、転倒してしまったんですね。それも200R っていう高速のコースで転んで、右足の付け根の大腿骨を骨折するっていう大きな事故だったんですけど、もう今シーズンはちょっともう無理で、その先の選手生命も怪しまれるんじゃないかなっていうぐらいのひどい怪我だったんですね。フランスに
戻って治療を一生懸命してもらってですね、いよいよその次の年のライダーを誰に起用しようかった時に、グレゴリー・ルブラン選手の名前はちょっと横に避けておいたんですけど、ある日グレゴリー・ルブラン選手から動画が送られてきたんですね。エアロバイクを漕いでる動画のメッセージを送ってきたんですね。これいつのだって言ったら、いや今頑張ってるっていう一応メッセージをこうやり取りして、でなおかつその後、家族と一緒に団らんしながらムーンウォークをしてる映像までこう送ってこられたんですね。それを見て、全然復活してるわっていうことで、次の年も起用して今に至るんですけど、それぐらい不屈の精神で、怪我も早く治すし、2人で走らなきゃいけないレースを彼は今まで4回やってきてるんですね。でその4回やって2回は表彰台に上ってるんですね。それぐらいタフなライダーというか、実際に去年のボルドールも2時間弱のところでライダーが転んで1人走れなくなっちゃったんですね。でそこからもう20時間以上ロマン・ラモス選手とグレゴリー・ルブラン選手が2人でもそのまま走ったんですけど、転倒して回収してるので45、6番まで順位は落ちたんですけど、2人でずっと追い上げて16時間目に5位まで上がって、結局そのレースは、マシントラブルでリタイアになっちゃったんですけど、彼ら自身はまだまだ全然いけるっていうような言葉も走ってたし、パフォーマンスも落ちてなかったんで、彼らはしっかり走り切ったんだろうなっていうふうに、今でもこう思えるぐらいタフなやっぱり、選手でしたね。年齢はね一番上でも40歳超えてるんですけど、いまだにサーキット行ったらサーキットを2周走るんですね。それも自分の目標としているタイムをちゃんと意識しながら走るっていうところで、もうその姿勢にはすごく頭が下がりますね。そういうグレゴリー選手の頑張りを見て、ロマン・ラモス選手もついてサーキット走ったりとかですね、してます。そういう意識がやっぱりチームを3人の結束も高めて今に至るっていう形ですね。ラモス選手はラモス選手で同じ年なんですけど、レース中に熱中症になってしまい、途中、意識が朦朧としてヘアピン先の MC コーナーで、スリップダウンしてしまい、なんとかピットに戻るもう結局意識障害でレースをリタイアした形になっちゃったんですね。それがすごく彼にとってみたら屈辱というか悔しい思いをしたっていうことで、もう次の年に向けてオフからもうメンタルと体の改良をしっかりしまして、次の年はねもう見違えるぐらいもう体つきが絞られて顔つきがもう精悍になったんですね。そんな彼が冬場のテストで誰よりも速いタイムを出して、それも自身のチームだけじゃなくてテストを走ってるチームの中でもトップタイムを出すぐらい、速いタイムをね出して自分に対して改善して、その次のルマンもね優勝こそ逃したんですけど、もう優勝ほぼもう間違いないっていうぐらいのペースで走り切れたのはやっぱりラモス選手のその肉体改造、メンタル改造っていうことをやった現れがつながってるっていう形ですね。前回のスパに関してももう序盤なのにそんなにイン側攻めてパスしなくてもいいのにって思ってるんですけど、彼の気迫が他のライダーのね、ミスを誘って、実際に我々としたらもう序盤から3位の位置につけて、結果最後3位を守りきれたっていうところなんですけど、それぐらい彼も努力してここまで来てるっていうことですね。あとクリスチャン選手も去年の初めにですね、事前テストで転倒して、肩を脱臼してしまい、ほぼもう1年ねダメになるんじゃないかなっていうふうに思うぐらい大きな怪我をしたんですけど、復活して、ルマンとスパフランコルシャンはもう見事にエースの名にふさわしい、スピードと走りをしてくれてます。みんなやっぱり挫折を味わったライダーがやっぱりその不屈の闘志でですね、何としても川崎で優勝するんだっていう、そういう強い気持ちで臨んでますので、そういったところをしっかり皆さんも見ていただけるといいんじゃないかなっていうふうに思います。